はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、なぜ、ソングバードのネットワークで最初にステーキングが始まらなかったのかということで、通常ですね、フレアでね、何かサービスが展開する前に、ソングバード、カナリアテストネットの方で、実際にね、テストをしてから、フレアに導入っていう形をね、過去取ってきたんですけども、今回ステーキングに関しては、フレアのメインネットで最初に、ローンチしたと。それはなぜですかと。で、なぜなら、フレアをベータ版から移行させることが最優先だからだと。ステーキングは後にガバナンスを通してソングバードに導入される可能性があるということで、フレアのね、ベータ版をまず移行することが優先されて、ステーキングを、最初にね、フレアに導入されたと。ただ今後ですね、ガバナンス提案、だからコミュニティ提案だったり、そういった提案を行った後に、ソングバードでも実装される可能性があるということで言及されております。はい、続いてですね、FTSO の投票力の上限が 2.5% であるのと同様に、1人のバリデータに対して 5% 以上のステークを行うと報酬が少なくなりますということで、これもね、以前、ありましたけども、デリゲート報酬ですね、バリデータの投票力の上限 2.5% を超えると、報酬が少なくなってしまうってことがね、発生してたんですけども、今回ステーキングに関しても、同様にですね、1人のバリデータの方に、多くね、ステーキングが集まると、報酬がね、少なくなるということがね、発生するようです。で、ステーカーに注意と、FTS の投票力の上限が 2.5% であると同様に、1人のバリデータに対して 5% 以上のステークを行うと報酬が少なくなりますと。で、このフレアビルダーのバリデータをね、ステーク総量を監視してくださいということなんですけども、ちょっとこのサイトね、見てみたんですけども、ちょっと見方がまだよくわからないので、情報の方また共有の方ありましたら、公開の方していきたいと思います。はい、で、続いてですね、P チェーン上で、フレアを14日間デリゲートし、14日後に再度デリゲートをするのを忘れた場合、エアドロップはどうなるのでしょうかということで、最小ロック期間ね、ステーキングが、P チェーン上で14日間というところなんですけども、それでね、14日間ステーキングデリゲートして、14日後にね、また新たに再度デリゲートするのを忘れた場合どうなるのかと。で、一応ステーキングに関しては、その P チェーン上でステーキングしてるとミラーリング、C チェーンにミラーリングされてエアドロップ受け取ることができるんですよ。で、バリデータにステーキングされた金額はフレアエアドロップの計算のために C チェーンにミラーリングされるため、ステーキングポジションが期限切れになったら、参加者はすぐにまた別のバリデータに再ステーキングするか、資金を C チェーンに戻してラップして月次スナップショットでキャプチャされるように、したいと考えるでしょうと。P チェーン上ではね、ラップができないようで、一旦 C チェーンに戻してラップすると、また通常通りね、エアドロップの残高に含めることができるんですけども、だから、ステーキングするか、もしくは C チェーンに戻して、エアドロップの残高のスナップショットを迎えるといった形で、フライエアドロップをね、今後受け取る、ステーキングやりたい方はね、そういった流れになるかと思います。はい、続いて、ステーキング上限 5% に関する質問ですと、基準額を超えた場合、すべてのデリゲート者が不利益を被るのでしょうか、それとも基準額を超えた後にステーキングしたものだけが不利益を被るのでしょうかということで、先ほどの投票力 5% ね、の話になります。で、報酬はすべてのステーカーで薄められますと、つまり同じ額の報酬をより多くの人々に分配するということですので、だからステーキング上限がね、5% を超えてしまうと、報酬がね、薄まってしまうといった形になるかと思います。はい。で、いずれはネイティブのフレアアプリが登場し、両機能を持たなくても済むようになるのでしょうかということで、今フェーズ2の段階なんですけども、フェーズ3では P チェーン上でも C チェーン上と同じ権利、つまり FTS をで、報酬がね、デリゲート報酬が得られるということですので、もしかしたら今後フェーズ3に移った段階で、ステーキング報酬と FTS をデリゲート報酬ですね、同時に発生させることができるようになるかもしれませんので、こちらね、引き続き追っていきたいと思います。はい、続いてメタマスクがステーキングに接続できるようにする計画はありますかということで、現状レジャーがね、対応してるんですけども、今後より多くのウォレットが含まれるようになるということです。はい、で、続いて、ソリディファイウォレット、まもなくネイティブステーキングを提供ということで、ソリディファイというね、アプリのウォレットがですね、ステーキングに対応するようです。
推奨するわけではありませんが、サードパーティーはすでにフレアがサポートするウォレットにステーキングを統合することを検討しているようですと。ソリディファイウォレット、まもなくネイティブステーキングを提供ということで、このソリディファイってアプリがですね、今後提供することになるかと思いますので、これもね、引き続き追っていきたいと思います。はい、続いて、例えば14日間と35日間など、長い間ステーキングすることにメリットや利点はありますかということで、これに関しては頻繁に再ステークする必要がないということで、一応最小ロック期間14日間終わったら、またね、新たにステーキングする必要があるんですけども、35日とかね、長い間ロックしておけば、わざわざね、また再ステーキングする手間がね、必要がないということが、メリットになるのではということで、説明のされています。はい、続いて FLR をステークする際、エアドロップはいつもと同じ場所で申請するのか、それとも変更されるのかということで、フレアドロップの請求プロセスに変更はないということですので、同じように請求するといった形になります。で、続いて P チェーンでのステーキングは FTS をデリゲート報酬と比較してどうですかということで、まずデータが必要ですと。コミュニティバリデータ報酬の第1弾は、早ければ11月9日頃に配布されますと。現段階では手動で配布されますが、有効期限はありません。これは、配布が自動化されると変更されますということで、現時点でですね、まだ、報酬の方がね、見れてないんですがね、ちょっとまだそのコメント見当たらないんですけどね、ただ現段階では手動で配布ということですので、バリデータになるのか、実際にね、手動で配布といった形になるということです。でもこれは配布が自動化されると変更するということで説明のされています。はい、続いて、ステーキングとデリゲートの報酬額はいくらになるか分かりますかということで、コミュニティのステーキングを含む次回の報酬配布後など、具体的なデータが得られるのまで待つのが最善ですと、11月9日あたりになるでしょうということですので、間もなくね、分かるのかなと思っております。フレアステークウェブサイトでのステーキング報酬が表示されません。いつ表示されますかということで、配布時ということですので、一応デリゲート報酬に関してはね、デリゲート報酬発生している段階で見ることができるね、アプリによってはあるんですけども、ステーキング報酬に関しては、配布するときにならないとその報酬が見れないということです。はい、14日間のステーキングが完了したところですが、まだ報酬が反映されていませんということで、配布が開始されるまでは見ることができませんと。で、私たちは今、私がずっとステーキングしてきた4回目のエポックを終えたところですと、これは配布されないのでしょうか、それとも何をすればいいのでしょうかということで、第2フェーズではステーキング報酬は手動で行われるため、私たちは単に配布を開始するのを待つだけですと。4エポックを過ぎて、で、一応ね、4エポックだから3.5、3.5、3.5、3.5の14日間ですね、最小6期間。それが終わった後に、今度手動で、配布っていう処理が必要ですので、その処理はあとは待ってくださいということです。はい、前回のステーキングで成功した人はいるかい、エポック終了後何も出なかったということで、これもね、バリデータの報酬を待っている人はそのまま待っててくださいと、最終チェックが今行われてますと。もし、みんながここで報酬について話していないのなら、それはおそらくまだ起こっていないのだろうと。フェーズ2の間は手動で行われることを忘れないでくださいということで、一応テレグラムの方でね、コミュニティの方見てみるんですけど、まだね、そのステーキング報酬を受け取ったっていう人がまだ出てきてないので、おそらくまだ手動でね、配布の方を待っている段階になるかと思います。はい、で、続いて、報酬支払い手続きは手動で行われます。その際には通知が届きます。ステーキングが期限切れになると P チェーン残高に表示されるはずですということで、なんかね、手動でまず、配布がね、行われて通知が来るようですね。で、その通知はダッシュボードに表示され、視覚的にわかると。また、ここやソーシャルサイトでも、この話題で盛り上がることでしょう。見逃すことはないだろうということで、だからソーシャル SNS とか、ツイッターとかね、旧、ツイッター、今 X ですね。そこから配信されるのか、もしくはそのフレア、受け取るところのね、ダッシュボードの方に、アラームなのかわからないですけども、その視覚的にわかるような表示がされて通知が来るということです。はい、報酬支払いの手続きはいつ行われるのですか？ステーキングのタイムロックの終了時に実行されると読んだのですが、ということで、で、最終チェックとテストが行われ、もうすぐ実行されるミスは許されないということで、だから4エポックで3.5日、3.5日、3.5、3.5って14日間終わったら配られるんではなくて、終わってから今度は手動でね、処理が必要だと。で、そのチェックとテストが行われた後に、配布されますので、もうそろそろね、配布の方があるのかなと思っております。で、私たちがステーキングしている FLR の FLR エアドロップをどのように請求するかに関する情報はありますかという、これまでのフレアドロップと同じ方法っていうことですので、請求方法に関しては、ステーキングしているものに関してもエアドロップの受けとは同じになるということです。
で、以前に FLR を再度ステーキングしたのですが、報酬が支払われる前にそれをしても大丈夫ですかということで、だからね、その4英国終わった後に手動でね、手続きをってまだ報酬の方が配られてない間にね、ロックが終了したのに新しくロックが終了したので新しくね、ステーキングしたのかと思いますけども、まだ報酬が配られてないけども、別のね、バリデータとかにステーキングしても問題ないということで説明の方をされてます。はい。ここまでがね、直近情報になります。で、いよいよね、おそらくもうそろそろステーキング報酬っていうのが大体どれくらいになるのかなっていうことで、まあね、わかる形になるかと思います。まあね、まあデリゲートと同じように参加者が少ない場合は大きくね、支払いが発生するっていう点と、あとはね、ロック期間があるために、FTSO のデリゲート報酬よりもね、高くなる可能性があるということで過去言及されておりますので、まあそれがどれくらいになるのかね、っていうのをまあ見てみたいかと思います。まあいずれにしても今レジャーしか利用できないので、レジャーを持ってないユーザーがね、たくさんいるかと思いますので、その方たちは今後メタマスクとかね、まあビフロストとかサポートをするのですかね。まあウォレットの方がソリディファイとかも出だしているので、またそこら辺からね、ウォレットで、とか、まあ取引所はちょっとわからないんですけども、そしてサポートできれば、まあステーキング報酬がどれくらいもらえるのかによってね、参入を考えたりとかっていう形にもなるかと思いますので、またね、そちらに関しても、詳細の方分かりましたら、またね、随時ですね、配信できればと思います。はい。で、僕の方は今ですね、プレアネットワーク関連含め、リップル、あと SEC 関連ですね、あとは XRP レジャー関係、全般、毎日ですね、海外の方から情報の精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問でも構いませんので、ご連絡いただけましたらすぐに僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。